はい、それでは今日はヤンニョムチキンを作ってみたいと思います。これはもう誰のレシピも見てません。自分の舌を信じて作ってます。どういう風に作るのか未知の世界ですけども、多分こう作るんじゃないだろうかということなので、本当の作り方とは違うかもしれませんね。前回自分で実験で作ってみて美味しかったので、今日は本番としたいと思います。ただし前回はキムチの余った汁を使って作ったんですよね。その分今日は、皆さんが作りやすいようにということで、それはキムチが手に入らなかったら作れませんので、その分お酒と唐辛子を使いたいと思いますね。唐辛子を切ります。それではこれを鍋に入れて種ごと使います。お酒とお酢で火にかけます。火をつけてニンニクをすりおろします。お塩入れます。はい、アルコール分が飛びましたら砂糖を入れます。でケチャップも入れます。で片栗粉 10g を 15cc の水で溶いたのを入れて流し入れていきます。酸っぱいのが苦手な人はお酢の量をもう少し減らして砂糖をもう少し足してください。でここにピーナッツを細かく切ったのを混ぜていきます。はい、これでヤンニョムソースの完成です。置いておきます。火止めます。はい、2キロの手羽鶏肉、これを軽く塩コショウしておきます。塩コショウよく混ぜて、ちょっと器が小さいですね。よく混ぜてヤンニョムのソースがつくので、そんなに味付けは必要ないですから、塩も薄味でいいですね。そして小麦粉まぶしておきます。コーンスターチも少しだけ。
別のボウルに移しましょう。はい。で、こちらに余った小麦粉も利用します。小麦粉をさらに追加して、こんなもんかな。水を入れます。2カップ分ぐらいの水ですね。はい、ごめんなさい。これ手羽元と手羽先を切り離しておいた方がいいですね。できたら薄すぎるので。小麦粉つけちゃいましたけど、やり直します。はい、ここにつけていきます。揚げていきます。はい、そろそろいいですね。揚げます。フライパンに直接入れていきます。後でここで味付けします。中華鍋ですね。全部入れちゃいます。ちょっと大変ですけどね。火をつけます。でタレを絡めていきます。はい、タレがよく絡まりましたら完成です。はい、これでヤンニョムチキン仕上げました。器によそってきます。はい、ヤンニョムチキンの完成です。湯気が立ってます。美味しそうですね。クッキングノートのレシピと違って何の情報もない中で初めて作る料理、いろいろ試行錯誤しました。まずピーナッツの取り扱い方。最初はご覧のようにすり鉢を使って砕きましたが、やはり包丁で刻んだ方が楽なことが分かり、完成品はそちらの方法で細かくしました。また完成品では皮付き生ピーナッツではなく、薄皮が剥かれてすでにいってあるピーナッツを使いました。
ピーナッツの絡め方も中華料理の豚肉のピーナッツ揚げをヒントに最初から衣に絡めて一緒に揚げる方式でしたが、完成品ではすでにいってあるピーナッツでヤンニョムダレの方に混ぜました。通常韓国のお店はこちらの方式だと思いますが、これはもうお好みどちらでも構いません。衣は捨てる部分も出てきますので、タレに絡めた方が無駄はありません。しかし衣に絡めた方が香ばしくピーナッツの味を楽しめます。衣に絡めるときは牛乳に鶏肉をしばらくつけて小麦粉で溶いて混ぜました。2回目の試作の時です。これが2回目の試作、牛乳でピーナッツの混じった衣を作っているシーンです。鶏肉の使う部位も最初はもも肉のドラムを使いましたが、大きすぎてタレを絡めてその味を楽しむためには手羽の方が良いだろうと完成品ではそうしました。しかしこれはどこの部位でも良いかと思います。私のよく購入する韓国のお店では首の骨まで入っていろいろな部位の混合です。ヤンニョムダレの味ですが、1回目の試作は酢の量がお酒の2倍と日本人向けの味で家族には喜ばれましたが、韓国人には酸っぱくてダメだろうと2作目から同じ量に減らしました。各調味料の割合はお好みで調整してみてください。今回の完成品は我が家では評価をつけるとしたら120点くらいの大好評でした。ではまた。Nos vemos. 안녕.